おいしい。よかった。ノルディアにもラザーニアがあって。ああ、うめえ。ノルディアの酒は最高だな。まったくあなたたちは。これからお客様が来るんですよ。緊張感を持ってください。そんなの俺にはねえな。だいたい客っつっても知り合いじゃねえか。ベビトの言う通り。むしろ俺たちがそんな扱いしたら怒るでしょ。そうかもしれませんが。お嬢様も先日お会いしましたよね。アガタ総督です。安心しろよ、バンビーナ。しつけに厳しいが、さすがに食事中に手は出さない。そう？俺食事中にも説教されたよ。アガタの無知言いたいんだよね。それはそなたの食事態度に問題がある。私も手当たり次第に手を挙げているわけではない。アガタ、いつ入ってきたの？驚かせないでよ。やっと主賓のお出ましか。遅かったじゃねえか。お忙しいところ、急にお呼び立てしてすみません。構わん。私もそなたらと話がしたいと思っていた。それにしても、揃って会うのは久しいな。デビト、パーチェ、ルカ、皆変わりないか？もちろん。アガタも相変わらず無知振るってる？アーチェ失礼です。無知振るってるなんて挨拶ありませんよ。なんならこの場で披露してくれてもいいぜ。久々にあんたの腕見てみるってのもいい。デビット！だから失礼です。相変わらずだな。これではルカ、そなたも苦労する。はい。だいぶ苦労していますよ。この人たちの扱いには。そう？俺はルカちゃんの扱いに苦労してるよ。ねえ、お嬢。そうだな。一番被害受けてんのはバンビーナだろう。この際言ってやれよ、この年中花畑従者にな。私の頭がお花畑だって言いたいんですか？違います！私はお嬢様のことを考えていますが、決してお花畑では。一緒じゃない？ああ、一緒だな。一緒じゃないです！はあ、そなたらのお嬢様が困っておるぞ。いいか？もう少し周りに気を配れ。さすがアガタ。腕は鈍ってなかったみたいだな。アガタの無知はキレがあっていいよね。ちょっと怖いけど。アガタでよい。礼も不要だ。先日は大した話もできずにすまなかった。今日はそなたと話せると聞いて楽しみにしてきた。だからかしこまる必要はない。いつも通りに接してくれ。それで本当のところ、そなたらは何をしにここへ来た？何ってただ久々にノルディアまで来たから挨拶くらいはしねえと。礼儀としてな。そなたが礼儀など気にするような肝玉か。
よほどの理由があるのだろう？いえ、そんな大層な理由じゃ。あなたに会いたかった。ただそれだけです。ならば聞き方を変えよう。先日、総督邸で聞かれた話。ウィルとの契約について、そなたらは気にならないか？どうしたの急に。この間は話せないって言ってたじゃない。何？退屈だと思っただけだ。このままでは空虚な話題で終わりそうだと思ってな。それに、私もそなたらに聞きたいことはある。ウィルの連れである娘がすみれを傷つけたとなれば、さすがの私も黙ってはいられん。納得いくまで問いたださねば気が済まんからな。アガタ、マンマについては心配いりません。打撃を受けていますので、治るまで安静は必要ですが。そう。ネーベだったな。私も面識のある娘だ。すみれは私にとって妹のような存在だ。そなたらがウィルを憎む気持ちもわかる。それについて、かばい立てする気はない。だがウィルは、このノルディアにとって、必要な人間なのだ。この契約のもと、ウィルは我々に力を貸してくれている。だから失うわけにはいかない。何があってもな。もう一度言う。そなたらの邪魔はすまい。だが、協力もできぬ。私には契約がある。このノルディアを守るためのな。そうだよ。ウィルにできるなら、俺たちだって役に立てるかもしれない。いや、それは。その契約の裏には、話せないことがあるんですね。これ以上粘っても無理だろう。だったら、俺から提案だ。ゲームをしようぜ。ゲーム？何をする気だ？チェスだ。昔よくやっただろう。どうしても私から情報を聞き出したいようだな。あんたが言うように、俺はよほどの理由がなけりゃ動かねえ人間なんだ。動く時も最小限にってな。面白い。あと少しでマスカレードだ。最終日の大会に合わせ、腕試しといくか。じゃあ交渉成立。ちなみに敗者は勝者の願いを聞くってことでよろしく。そんなこと約束しちゃって大丈夫？今まで俺たちアガタに。私にそんな無謀な勝負を持ちかけるとは。過去の戦績を覚えていないのか、よほど腕を上げたのか、どちらだ？デビッド、本当にいいんですか？何か勝算があるとか？そんなのねえよ。ただここで情報を引き出すしか手はない、それだけだ。さすがに勝者の願いを聞くでは漫然としすぎる。そなたらは、私からウィルの話を聞き出したいのだろう？ならこうしよう。敗者は隠していた事実を告白する。見届け人はそこにいるフェルチータ。
彼女の持つ恋人たちだ。なるほど。たとえ嘘をついても、お嬢様の力の前には無意味なことです。俺はそのルールで構わない。さっさと始めようぜ。やったーへへ俺の勝ち。野生の勘ですね。完全に。まさかそなたに負けるとは思っていなかった。油断しすぎたようだな。こっちが勝ったってことは、俺たちが質問する番だな。バーチェ、何聞くんだ？俺、ゲーム始める時から気になってたことがあるんだよね。うん、お嬢の能力。誰もアガタに話してないよね。どうしてアガタはお嬢に恋人たちの力があるって知ってるの？理由、話してもらえますか？アガタ。何？単純なことだ。ウィルから聞いて知っていた。ただそれだけだ。聞いていた？ですが、私たちはウィルに能力のことを話していません。話さなくとも奴にはわかる。タロッコに関わることなら、すべてな。ビルってそんなに物知りなんだ。感心するとこそこじゃねえだろ。そなたらが宿すタロッコについても知っていたぞ。果たしてどこまでを知っているんでしょうか。ウィルは代々アガタに対してノルディアを守るという契約を結んでいる人間だ。守る？何からだ100年に一度起こるという強大な嵐、アクアテンペスタ。普段起きる水位の上昇であるアクアアルタとは比べ物にならない災害を指す。その脅威からノルディアを守る。それがウィルの契約だ。だけどおかしくない？ウィルの見た目だとまだ若そうなのに。バーカパーチェ、代々つってんだろ。アガタの名前みてえにウィルの名前だけ継いでるっつうことだ。そうですよ。いくら年齢不詳でも何百年間も人は生きられません。おそらくはですが。ああ、そうだな。つまりあんたとウィルが結んだ契約はアクアテンペスタから町を守ることなら全部つながるな。ここまで来て隠し立てしても仕方がない。そなたらの言う通りだ。次のアクアテンペスタは1月。年が明けて町全体が浮かれている時期だ。とてもじゃないが我々の力だけで防ぐことはできない。私は何としてもノルディアを守りたいのだ。それが私がアガタである理由だからな。今年のアクアテンペスタを乗り切れば、次は100年後。それだけの時間があれば、島の人間を説得しながら、徐々に移住できよう。技術が進歩し、移住する必要がなくなれば、
さらに良いがな。時が経つということは、変化や進化を促す。だが、時の経過は、記憶と記録をおぼろげにした。今の私では、民に真を得ることができなかったのだ。自分の先祖から背負ったものが重い。人は、神の指す盤上の駒のようだな。今の私は、役目を負う駒として失格だ。そういう言い方らしくねえんじゃね？そうそう。あがたも老け込んじゃったなーって感じ。バカ者。せめて円熟と言え。姉でもおかしくない年だ。マンマよりは年上ですけどね。幼い頃は神童だと思ったが、大人になれば凡人だったな。いや、非凡ではあるか。そのお嬢様編集教なところは認める。どうして私だけそんな言い方されないといけないんですか？そんな言い方って褒められてるのに嫌なの？いいじゃん。お嬢様変質教なんてすごい褒め言葉。全然褒めてないですよ。パーチェの他に私の相手が務まる者はいないのか？それはアガタが強いからです。こういった思考ゲーム得意じゃないですか。違いないな。そうでなければ総督は務まらない。そなたとは結果が出ている。私は二度は相手をしない。またの機会にな。はあ、子供には付き合いきれないな。息子が同じことをしたら鞭を振るうところだ。俺らも昔やられたね。ああ、容赦なかったぜ。ではアガタ、次は私の相手をお願いします。私ならいいですよね。ああ、構わん。相手をしてやろう。こうしてアガタとチェスをするなんて懐かしいですね。ああ、そうだな。あの時も3人揃って相手をしたが、パーチェだけには勝てなかった。今回はそれに私も追加してください。勝ってみせますから。何を言う。盤上をよく見よ。キング、クイーンが追い詰められている状況でよく言える。ここから巻き返します。それは面白い。いつもいいところまでは行くんだけど。ああ、最後の詰めがなってねえんだ。結局俺とルカは一度もアガタに勝てたことねえな。次にこのポーンを取れば。残念ながらそうはいくまい。え？チェックメイトだ。残念、ルカの負けだ。また負けですか。やはりあなたは強いですね。
そなたらのように考えて行動する者には私は倒せまい。本能で動く者の考えを読み解くのは難しいがな。私が勝者か。だが、先ほどの勝負であらかた質問してしまったからな。そうだ。そなたらにきっかけをやろう。きっかけ？私がいなくなってからでいい。デビトの聞きたいことに一つ答えてやれ。私がデビトにですか？はあ？なんだよそれ。俺は勝者の権利を譲ってくれなんて頼んでねルカ。そなたはしたたかな男だ。自分自身も騙しながら平衡を保つ。一度壊すと楽になるぞ。さて、私はそろそろ帰らせてもらおう。あとは、そなたたちの好きなように。帰ろうぜ。別に俺は聞くことなんてねえよ。すっかり夜も更けたね。もう真っ暗だ。どの店も店じまいしちゃってる。そんな遅くもねえよ。むしろ大人にとってはこれからが楽しい時間だろ。それはあなただけです。それで昼間起きていられないと言うなら本末転倒ですよ。てめえには迷惑かけてねえ。かけてますよ。金貨の部下の方たちがいつも。ゴンドラから降りてきたあの人影は。間違いない。ウィルだよ。ちょうどいい。俺らはあいつに用があったんだからな。ん？はあ私の攻撃を人投げで。錬金術というものは進歩する技術ではないようだな。400年前と全く変わらない。いや、退化しているようだ。もしかすっとアガタの言葉そのままの意味なのかもな。それって400年も前からの付き合いって言葉？こんな小さな炎で俺を捕まえる気なのか？いや、思ってねえよ。本命はこっちだ。随分なご挨拶だね。ん？君の右目。だけど、そのアメジストはそろそろ寿命だよ。替えの石は用意しているのか？なぜそれをあなたが。ご心配なく。これに代わる石を用意していますから。こいつマジで物知りだな。その石には錬金術が施されているね。これは君の作品かな？師匠より優れた観察眼だね。長年観察していなければその石は作れない。優秀な弟子は俺も欲しい。俺のもとへ来ないか？丁重にお断りします。残念。まあそっちの二人にも君の存在は必要だろう。では。
こっちはてめえを確保するためにわざわざレッガーロから出てきてんだ。そうそう。ここで会えたなら捕まえちゃう方が早いよね。アガタには聞いていないのか？まだ俺に手を出すなと。ここはアガタの土地。君らの自由にはならない。それに、そんなに簡単に捕まるやつじゃないよ、俺は。はあ？逃げてもいいよ。今日の俺は君たちと戦うつもりはないから。あくまで引かない気か。仕方ないな。てめえの相手はここにもいる。よそ見してんじゃねえ。俺を狙うなんて浅はかな考えは捨てるんだ。どうせ俺を捕まえられはしない。そうやってただ逃げ回るしかできないなんてさ、本当は弱いんじゃない？俺は君たちのために逃げてあげてるんだ。俺にその能力が当たれば、君たちに制裁が下る。冗談言って惑わせようとしても無駄だぜ。冗談？さあ、どうかな？そっちから行かないなら俺から行くよ。そんな攻撃は当たらない。さっきから言ってるよな。てめえの相手は一人じゃねえんだよ。そんな弾、俺には効かない。消し去るだけだ。そうだ。君もいたんだね。疲れた。悪いが君たちに付き合うのはここまでだ。はあ。3人ともウィルから離れてください。私がウィルの攻撃を防ぎます。だから早く私の後ろに。それではまた明日。大丈夫です。すみません。こんなに動くのは久々だったもので。あの白男が気になること言ってたな、ルカ。長年観察していなければその石は作れないか。こんなことでもなきゃ聞くことはねえと思ってた。お前は、あん時どっちについていたんだ？デビト。私は。正直な話。俺はもうどうでもいいんだ。事実がどうであっても。本当に今更だけど、俺もルカちゃんとデビトに隠し事してたよね。俺ね、タロッコの特性ってやつで、30歳くらいまでしか生きられないんだって。。一番素直だったのはデビトだよね。
うっせえぞ、パーチェ。ここは一つ、ルカちゃんにも告白してもらって、俺たちに殴られるのが一番じゃない？これを話すことが二人のためになるかはわかりません。ですが、私のためにはなるでしょう。私自身、苦しいですから、本当は吐き出してしまいたい。せっかくアガタがくれたきっかけです。話します。心にしまい続けていたことを。あの頃の私の心の中は、言葉には表現しがたい感情で構成されていました。デビト！ねえ、どこにいるの？姿が見えない。でも声は聞こえる。これはデビトの持つアルカナ能力。ベッドのそばに血がついてる。デビト！そこにいるの？パーチェ。姿が見えれば私の能力で中和することもできますが、このままでは手は出せません。姿が見えた！デビト！聞こえる？デビト！意識がない。それに右目から血が、あの柱に打ちつけて。急ぎましょう、パーチェ。このままではデビトが。でも、どこに？ジョーリーのところです。ジョーリー！デビトを助けて！何があった？デビトの能力が暴走しました。それでデビトが柱に右目を打ちつけて。意識を失ったからか収まりましたが、まだ意識は戻りません。能力が暴走？ジョーリー！デビトはどうなるの？このまま何も手を打たなければ、いずれは息を引き取る。おそらく、能力を扱うだけの精神力が不足していたんだろう。そんな。俺、デビトがいなくなるなんて嫌だよ！いつも実験してるなら、助けるくらいできるだろ？私に一つ考えがある。ただし、成功するかどうか保証はできない。お前たちは、それでもデビトを助けたいか？当たり前だよ！はい。いいだろう。今用意をする。この石をデビトの右目に埋め込む。これで精神力を増幅し、不足している精神力を補う。アメジストの石を。埋め込むの？どの道もその目に光は戻らない。それに死ぬよりはマシだろう。これでしばらくは持つだろう。ありがとう、ジョーリー！ありがとうございます。ジョーリー。パーチェはもう行ったぞ、ルカ。まだ何か用があるのか？デビトのこと助けてもらったのに、そのままでいいのかと思って。
そのままにする気はないが、助けた分の対価は支払ってもらうつもりでいる。ではこうしよう。今後、デビトとパーチェ、二人と一切の関わりを断つ。または、私の研究を手伝うか、10日交換だ。どちらかを私に支払ってもらう。どちらにするかは、お前に選ばせてやろう。私は。心配させないでよ、デビト。だから無理しちゃダメだって。わかってる。仕方ねえだろ。じっとしてんの苦手なんだよ。二人とも落ち着いて。デビトが目を覚ましたんだからそれでいいじゃないですか。じゃあ、私はこれで。ちょっと頼まれ事がありますので。私です。入れ。私は、心はあなたたちとありながら、行動はジョーリー側に帰属していました。守るためにそばにいました。でも、守りながらジョーリーの指示に従い、あなたたちを観察していたことも事実です。あの頃は、二人のそばにいたい気持ちと罪悪感、守らなければという使命感、現状に流されるしかないという怠惰な心のせめぎ合いでした。そんな時です。お嬢様が能力を暴走させたのは、私はお嬢様と共に生活することを命じられ、すみれ様と三人、小さな家へと行きました。あの家で、私は平穏な暮らしを手に入れました。そこで気づいたんです。二人にも償う日々をと。自分を受け入れる強さを手に入れることができたのは、お嬢様のおかげだったんですよ。私の守るべきもの。お嬢様のおかげだったんです。一番弱いのは私です。私はあなたたち、誰一人欠けていても、生きることはできませんでした。聞きたかったことは、これで全てですか？お嬢様。いい年したおっさんが泣いてんじゃねえよ。だよね。大台に乗ったって自覚持った方がいいよ、ルカちゃん。あなたたちが、そばに、いたので。てめえ、いい加減にしろ。バーチェ、ルカだけ水路の中落としとけ。だね。よーし。大丈夫。あいつは溺れないだろ。そうそう。これは俺らからの制裁だよね。一発殴る分の代わり。分かってんじゃねえか。水に流すとかいうつもりじゃありませんよね。おう、し帰ろうぜ。やだ、ルカちゃんってば。なんかドンってみたい。いいか？じゃあ。せめて、川から引き上げてください！